県七総町の翡翠峡と言われる場所になります。昭和28年に命名された景勝地なんですけれども、ちょっと南の上阿蘇から北にある白川町まで約12キロ、こういう断崖が続くということで翡翠峡というふうに名付けられています。右岸には高山本線、左岸には国道41号があって、便利に往来ができる交通網っていうのが確立されてるんですけれども、この断崖を切り開くっていうのは相当に大変なことで、こんな山深いところなので土砂崩れとかそういうリスクが高い場所なんですね。今日はですね、もう少し上流に行ったところ、飛騨川の右岸沿いにあるとある廃道を訪ねます。3年ぐらい前に訪ねたことがあるんですけれども、謎があって、その謎を解明したいなと。この左側に分かれてる道が今から行くところになります。新しいトンネルがあったら、大体その横にトンネルができる前の古い道があるっていう基本のパターンです。今はもう柵があるので人は入ることはできるんですけど、車道としての役目は終えた。ここって白川街道とも呼ばれてまして、この北に白川町っていう町があるんですね。そこに至るルートなんで白川街道って呼ばれてたんですけど、でも昔はこんな飛騨川のこんな険しいところにちゃんとした道を作ることはできなくて、なので白川の人たちはこの川沿いを歩かないで、この山の向こう側にある山間部の峠を越えて岐阜とか名古屋に向かっていたんです。今自分と道路しかいない。路盤から見上げるこの空さえも私のものだっていう最高な空間ですよね。この空は今自分だけのものなんですよ。でこの背中にある路盤も今自分だけのものなんですね。翡翠峡綺麗ですね。このギリギリに道が作られたっていう。あれこれ吊り橋の跡じゃないですかね。あ、すごい。多分これ足元とか木材だったんじゃないですかね。ワイヤーと木材の吊り橋みたいな。昔は渡ってお参りに行けたんですかね。なかなかリスキーな参道ですけど、街灯もありますね。で今出てきたのが七総第二トンネルの北側の口口。ここで一応旧道区間はしまいに。この後廃道の今基本の木だったんですけど、基本を全部すっ飛ばして私にも正体がわからない謎の道に行きたいと。次はこの国道41号ではなく、対岸にある私もよくわからない不思議な道に、明治44年ぐらいの地形図から点線徒歩道の記載でずっと道は描かれてたんですね。でその道は今も地形図を見ると点線のまま描かれているんですけど、実質的にはほぼ廃道になってまして、何のために作られて、いつまで使われて、いつから使われないようになったのか。ここから旧道に入り、旧道から橋を渡った飛騨川の右岸側にあります。飛騨川を横目にこの旧道を進んでいくと橋がかかってますけれども、本来は今歩いてるのってさっきのトンネルの旧道なので、本当はトンネルの出口のところに合流するはずなんですけれども、橋から北側の部分は完全廃道になってまして、許可も取れず入ることはできなくなってます。よく見るとガードレール続いてますよね。私たちが目指すのはそこではなくて謎の道なんですけれども、飛山橋という昭和50年に竣工した欄が開けた場所を渡って、水の色がとても綺麗。ここが大垣という名前の集落になります。
古くは柿ヶ野と言われたようで、途中から名前が変わってるみたいなんですけれども、明治44年の地形図にも集落が書かれているので、昔から人も住んでる場所なんですけど、今は住んでたって言った方がいいのかな。平地と少ないエリアなので、細かく坂道でお家があるんですけど、でその天線の道の分岐点はここ。明治44年の地形図にはすでに確認された天線の道の入り口です。入り口には神社があるので、明治時代からある小さな神社さんで、おそらく大垣集落の孫社にあたるものじゃないかなと。で天線の道は飛騨川に沿って北に向かって続いて、おそらく村を守るお社だと思うんですよ。そうなると遠方から参拝に来るっていう可能性はあまりないと思うので、わざわざこの道を右岸沿いに作るって可能性は低いんじゃないかなって思うんですよ。ただの生活道路なのか。ただおそらくこの道って車道の廃道ではないと思うんです。物差しがないな。私が170なので180センチぐらい馬とか牛を引いて歩くのが精一杯の。実はこの道、市町村史以外にもう一つ記載されている資料があるのを発見したんですよ。白川離道っていう記載があるんですね。これは私の概念なんですけど、離道っていうのは国道県道よりも下のランクの道だから、なんかもう少し簡素なイメージがあるんだけれども、今歩いてる道はすごく石垣とかが立派で幅もしっかりあって、そのスペックの良さにすごく違和感を抱いてます。この道がなんか普通じゃないなって思っている理由が、トンネルあるんですよ。なんかすごく重要な目的があったんじゃないかって私はすごく深読みしてしまって、トンネルを掘らなきゃいけないみたいな情熱的な話があったんじゃないかっていうふうに私はずっと思って見てるんですけど、でもそれが全然わかんないんですよ。かっこいいでしょ。素彫りのトンネルですね。明治時代なのであればかなりの大仕事だと思うんですよね。プロがやったっていう感じでもないですもんね。そうですよね。やっぱり明治のものなのかな。そしてトンネルがもう一個あるんです。またありますね。はい、これが不思議で、2個もトンネルがある徒歩道なんですよ。昔の人の労力でこの道が作られたのか、ただの集落を結ぶ生活道路で掘ったものなのかどうかが知りたい。そしてちょっと工事現場になっちゃったので、ここから先ちょっと今回行けないですね。生活道路だとしてこんな立派なトンネルを掘るものなのか、もしかしたらこの白川離道っていう記載された道っていうのは人が使う白川街道の役割を担っていたのかなともちょっと思ってます。聞けるといいんですけど、ドライブインみたいな。小さい時からありました。ありました。トンネルが2つ。明治時代に掘ったんじゃない？昔からあのサイズですか？そうやね、あのまま改良してない、手彫りのまま。昔はね、こっち側より向こうの方がね、本街道。じゃあこっちの方が今でいう白川街道みたいな。そう白川、昔のね。柿ヶ野っちゅうとこは古い地区で5番所があったの。この辺の農民はみんなあそこへ収めたよね。ひよもが大体みんなね、昔は雪へ溶けるし歩くのにもということで、大体ひよもの方に本街道があるわね。確かに日が当たって一番溶ける場所。はいはい